どうだ？怖くない？明日何時起き？明日6時半起きだから、1時間後には寝よう。そうだね。どうですか最近の人生？ストレス感じてないですか？そうなんです。ストレスを感じてる日々。それはちょっとパフォームで謝らなきゃいけないんだけど。ストレス社会を強く生きるために皆さんから募集させていただきました。はい。どういうストレス発散方法があるのか。インスタグラムの方で募集したんで、定期的に多分質問とか募集するんで、よかったらインスタグラム概要欄からフォローしていただいて、質問とかに答えていただいたら本当に動画の種になりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もね、何件ぐらい来てるんですか？9億6000万ぐらい来てるんですけど。本当にありがとうございます。本当にもうスクロールできないぐらい。てかもう本当にそうなの。スクロールできないぐらい来てるんで、ありがとうございます。でですね、ちょっと結構質問の回答が偏っているので、もう大まかに1万件ぐらいを返してきます。偏ってんの？偏ってます。バリスマを見る、YouTube を見る、バリスマ推しを見るっていう感じで。ありがとうございます。本当にありがとうございます。でも僕らはね、それじゃできない。それさ、明日はできない。それじゃできない。もっとください。もっとください。はい。でも本当にありがとうございますということで。ストレスの発散にさ、うちらがなってるっていうのがさ、確かにね。めちゃくちゃ嬉しい。本望だね。ありがとうございます。あとは1万とあと5000件ぐらいは勝人くんの写真を見る。あ、そんなにありました？ありました。1万飛んで5000。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。はい。ということで。Thank you。はい。ということでね。はい。ということで。久しぶりに来たの。始めていい？ASMR だったらいいよ。どうぞ。はい。いきます。旅行に行き、ホテルステイを楽しみ、誠にファビュラスな気持ちになるが今は一番です。ちょっと待って、話が入ってこないんですけど。本当にその通り書いてあるんで。ストレス発散法？ストレス発散方法がいいホテルに泊まってホテルステイライクで誠にファビュラスな時間を過ごす。誠ね。だけどさ、そんないいホテルに泊まれないから。でも確かに日々の非日常を味わうためにってことかな。そうだね。確かに非日常を味わいに行くのはストレス発散になるかもね。なります。やっぱり寝る。これが一番。寝る。究極そうだよね。寝て大体のことって多分リセットされるよね。リセットというか。そっか、リセットされる人だよね。割と。俺リセットされない人だから。寝たところで。そう、ずっと考えちゃうタイプだから。しかも寝れない。寝つけない。だからすっごい嬉しいわ。嬉しいわ。コメント間違えた。全然こっちに集中してたわ。はい。世の中なめるなめぷー人生。ストレス発散。でもそのあれかな。なんていうの、楽観的に、みたいなことかな。そうだね。なんか深く考えずに、なめてこう。もう本当にそんなちっぽけなちっちゃいことは気にすんな。若ちこ人生ってことでしょ。多分ね。だから宇宙から見たら人間なんてこれっぽっちでみたいな。本当にそう。言えてる。気にせずいこう。で結構多かったのがお風呂とか車とかで、あと人から大音量で大声で歌う。これ結構多かった。やっぱ歌うことっていうのはね、ストレス発散できますよね。あります。今日も朝起きて5分で俺大合唱してたから。本当に大迷惑。運動をする。いいんじゃない？いいと思う。これは本当にだから運動する、筋トレ一択。これは自分も賛成でやってるよね。やってる。てか俺の場合は仕事するじゃん。ジム行くじゃん。でリフレッシュされるから編集だったり明日の用意だったりなんかいろんな違うことができる。タスク。科学的根拠があって、これには、運動することによって肉体的疲労がやっぱダンってくるじゃないですか。肉体的疲労が来ることによって、脳のストレスとか考えてることをそっちに
エネルギーを注げなくなるんですね。先生ごもっともそういうことなんです。はい。人気のないプラス景色のいいお風呂で息抜き。人気のない、人気のないもう人がいないお風呂。人気のないじゃないそれ。そうだ人気のない人気のないですごめんなさい人気のないじゃなかった。いやわかる、めちゃくちゃわかる。だから本当疲れてる時って人がいないところにしようっていう。てかちょっとごめんなさい、最後に俺たちのストレス発散方法を言おうと思ったけど、もうこれじゃない？カズとこれ以外にある？逆にこれなんです。これですよね。でもさ、風呂で息抜きね、本当に一緒です。あ、これいいね。このストレス発散方法ができる人生は幸せだと思う。いきますよ。友達とたくさん話して笑う、寝る、美味しいものを食べる、楽しみのために頑張る。てかまずさ、このたくさん話して笑える友達がいるっていう時点でさ、なんかもうさ想像できたその人、笑顔でありがとう。ちょっと違うじゃん。何が？じゃなくて友達いっぱいいるけど、疲れた時って多分会いたくないタイプでしょ。俺に？そんなことない？俺が？俺がね。じゃなくてカズト自身がたくさん笑って話して笑える存在見つけちゃったね。俺カズトが俺じゃないよその人。じゃないけど。だって俺結構一人になりたいタイプだから疲れたら。そうだね。そうだ。だから俺はその人素敵だけど、俺はちょっと違う、ストレス発散方法みたいな陰キャ寄りなんででもね最近ちょっとずつ相談事があったら人に相談するようにしてるかも。あ、そうなんだ。なんかでも本当の客観的な意見欲しいから人間関係値が浅い人に話すかも。人間関係値、深い人に話すと俺の性格とかまで知ってるから、なんて俺の性格考慮した発言じゃなくて今合ってる物事に対して客観的に見てどうっていう意見が欲しいから。なるほどね。だからたまに急にお風呂に誘ったら相談あるってことなんでさせてくださいすっごい。この人が一番陽キャかも。 AKB のヘビロテを聞いて大島優子になりきって踊りながら寝る。帰るだよ。帰り道だよ。すごくない？帰り道空にインフィールとかやりながらすごい。でもヘビロテーションってことはさ、多分さ感想でこうやってやってぐるんってやって膝つきがあるの、でマイクスタンドとか、マイクスタンドをスマホでやるとしても膝つきって地面にカチャンってやるのか。だからもうエアでやるんじゃない？そういうこと？手だけねっていうことでしょ、さすがにね。でもさ聞いて、でも歌わないんだねこの人は。聞いて踊りながら帰るだから、俺にちょっと似てるかもね。なりきってるところは、だから女優気質あり。ようこそでもいいね。いいわ。もう一言、漢字一文字、酒。はい、そうですな。酒ですな。これちょっと審議ってこの人のストレス発散方法なんだけど、ストレス溜まってる時酒飲むじゃん。で俺ってさ全部覚えてるからさ酒でやらかしちゃうじゃん、そういう時って飲みすぎて悪循環みたいな。そう悪循環になっちゃう。治らないんだね。すごい。でもさ、お酒飲んで飲んでる時ってさ嫌なこと忘れられるじゃん、でそのまま多分寝て、で次の日になったら寝てちょっとリセットされてるみたいな。だから夜ってさ結構悪いこと考えがちだけど、夜飲むことによって、寝るまでの悪い時間をなくすみたいなのもあるのかもね。確かに。しかも起きちゃったらさ行動するしかないからね。行動するしかないそう本当に生きていくしかないから、生きるためには働く労働人生。はい。これハートストッパーって知ってる？見て小田切ドラマか。ドラマだ。ストッパー見て、小田切ヒロさんの YouTube 見て、切れ食い、酒勝ち込み、心が浄化されますよ。すごいなんかもうすごい。でも飲んで食って寝るっていうのはやっぱり本質ですな。でもちゃんと小田切ヒロさんを見て美容を吸収するっていう、ちゃんと休憩まで遊んでる。美容まで？そう、美容まで。でハートストッパーがどういうストーリーか分かんないけど、恋愛だったら、女性ホルモンを潤わせながら、でしかもこの人女性なの。そうなんですね。アカウント的に女性なんだけど、女性ホルモンムンムンの状態で食って寝て幸せ人生。ストレス発散できそう。これ共感できんじゃない？なんか
匂い系なんだけど、うん、愛犬の肉球の匂いを嗅ぐ。めっちゃわかる。わかるんだ。めっちゃわかる。飼ってた時、うん実家いる時はもうめっちゃ肉球の間をこうやって嗅いでた。しかもそれこそさ、うん今小鳥ちゃん飼ってるじゃん、うん、もう嗅ぐんじゃない？めっちゃ嗅ぐ。嗅ぐんだ。その肉球の間って何とも言えない、なんだろう、枝豆みたいな匂いするの。でもちょっと答え発表していい？うん、なんか雑菌。まあそれが本当か分かんないけど、多分間違った情報かもしれないけど、なんかダニがいっぱい死んでる匂い匂いなんだって。あ、だからお布団乾かした時とかの匂い、お日様の香りみたいじゃあ、あな。れダニの死骸の匂いじゃない、匂い香り。そんなこと言うな。これです。結局溜め込んで一気に体調崩してるのに気づいたいい方法を教えて。もう質問返し。うん、この動画見てください。いっぱいあるんで。いっぱいあるんで、うん、あ、もうこの人はのろけですね。彼氏に抱きつく。はい、次行きます。これやりたいかもね。ドライブ。もう普通にもうドライブ。ドライブ、うん、どのドライブかにもよるよね。まあその人次第だけどさ。うん、これできる？行き先のないドライブできる？目的地のないドライブ。あ、そういうのしたい。したいよね、うん、俺もしたいの。して、うん、バーってもうじゃあ1時間半走らそう。で1時間半走らした先の近くの銭湯探そう。やらない？あ、やってみよう。やってよ。やってみよう。付き合ってくれる？ライブ配信でやってみようか。でも今度ね。うん、ぜひ。うん、衝動買いや美味しいものを食べる。普段倹約家なのでここぞという時にお金を使います。うん、あ、我慢してるものを一気に解放ってことか。すごい偉いですね。うん、いや、普段我慢してるけどやっぱここぞって時にうん、バーンって使うってことだよね。そう。食べるってこと？いや、多分衝動買いだから。あ、もう買い物？うん、お買い物とか、あとはまあ美味しいものを食べる。だから普段あんまりそういうことしてないから、もう好きなもの買って好きなもの食べて。日頃頑張ってる自分へのご褒美ってことだよね。本当にそれでいいと思う。うん、お金って回るから。使ったらで、そう。使ったら入ってくるから、うん、いっぱい回していこう。うん、経済回していこう。一言。うん、ハロー。終わり？終わり。次。でもさ、結構爆買い多いわ。やっぱショッピングってストレス発散なんのか。あ、もう地球崩壊するくらい踊ります。泣いてる人もいる。どんな？すごくない？ちょっと今度DM でその動画送ってほしい。ファーストリアクション動画撮りたいの。あ、これ。類活。類活ね、確かに。涙を流す。涙も出なくなってきたな。嘘。そんな辛いこと？っていうのは冗談ですけど、最近泣いた映画とかないな。なんか感動系を見てないかも最近。ある？いや、俺は定期的に泣く演技してるんで。でもそれは嘘だけど。嘘泣きでしょだって。嘘泣きだけど、じゃでも最近泣いたのはごめんなさい。昨日泣きました。なんで？昨日泣きました。なんで？昨日一緒にいたじゃないですか。うん、で、飛行機乗ったじゃないですか。飛行機にディアファミリーがあったの。何それ？映画。大泉洋主演の。見てたの？そう、見てたの。もう1回映画館で見てるの。2回目どういう感じで思うかなと思ったら、もう結末を知ってるからもうってなって。でもさ、隣にはさ、もう関係者いっぱいいるの。うん。気まずいね。もうみんな寝てるって思いながらもうってやって類活したんだ。類活してた。そっか。あんまり多分睡眠時間も少なかったからストレス溜まってたのかな。情緒がね。そう。でも帰りはあれ見る。何？ディズニーのさ、頭の中の感情。インサイドヘッドね。の2があったから。あったよ。飛行機に。そう。絶対見ようぜ。寝るだろう。はい。でもさ、あれ映画でやってない今？でももうありました。あるんだ。で、ディアファミリーで泣き疲れて起きたじゃん。あ、もう着くわと思った時にそのインサイドヘッド見たから、うわ、見たかったと思いながら。ちょっとこっから読ましてよ。そう、やって。多分さ、カズトに生まれた方が嬉しい説あるから。そうかな。ジェンジュに生まれても嬉しいよね。でも確かに爆食、爆買い、カラオケとか多くない？あたりが多いか。踊るとか、あとバリスマを見るとかもやっぱり多くて、はい。カズト君の系はやっぱり5件ぐらいしか本当はなかったんですけど。そうなんですか。ごめんなさい、すいません。
何？はい笑っただから笑ったやつ言って。笑ったやつ言って。とりあえずおなるいや子供見てるからし。とりあえずあ、これ素敵。人の相談に乗ってると自分のストレスを忘れちゃってる気がする。自分の悩みはちっぽけだってこと？あ、すごいストレスを聞いてるってこと。あ、ストレスをすごい相談を聞いてるのかもしれないよね。確かにね。あ、自分のストレスなんて大したことないじゃんみたいなの。でも忘れちゃってるからその人のことを考えてアドバイスたくさんしてるから、あ、いつの間にか自分のストレスを忘れちゃってんの？悩み忘れちゃってたみたいな。そんなんさ、優しくない？ハッピーハッピー。うんうん。みんなそうやって生きていけばいいいいんじゃないの？いいんじゃないのか。うん。あ、でもね、俺もね、めっちゃね、的確な相談をして、で結果的に純が言った通りだったって言われたのが、姉に相談されたの。で職場が変わっちゃったのね。でもめっちゃストレス溜まると。でも本当に辞めたいって言われたの。でも俺がじゃあ一回もう辞める覚悟でいいから3ヶ月続けてみなみたいな。3ヶ月続けてみて後から振り返った時にこんなことで悩んだんだみたいな思うからって言ったの。でお姉ちゃんがふざけんなよみたいな。でもまあやってみるわみたいな感じで3ヶ月経ったの。そしたら LINE が来て、普段あんま来ないのになんか純が言った通りだったみたいな。今考えるとなんでこんなことでみたいな感じで来てたから、やっぱり悩み事、系は時間が経てば忘れるしちっぽけに感じるんじゃないかなと思う。本当そう。帰り道に人目を気にせず大熱唱、変な目で見られます。行こう。あ、でもさ、やっぱりみんな帰り道ってさ歌ってるんだね。歌ってる人多いよ。嘘。割と。だってさ、帰りの道でさスタスタ歩いてる人ってさ、みんな、もう結構もうさ疲れ切った顔でさ帰ってるじゃん。でもそれってさ、人通り多いところ少ないところ？あ、割と少ないとこでちゃんと普通に帰ってるから、その中でもやっぱり大熱唱心の中ででも変な目で見られるってことは歌ってますよね。あ、漏れちゃった？あ、そういうこと。漏れあーみたいな。あ、でもさ、イヤホンしてると分かんないもんね、自分の声がどれぐらい大きいかみたいな。でもさ、歌ってる人に遭遇したことある？あ、でも一回ある。一回っていうか、マンションの家の中にいて聞こえるぐらいでかい声で帰ってる人がいて、すごいなって。俺はさ、結構見かけるの、歌ってる人ね。俺抜かす、わざと。だから人いるよって見てもどうするのかっていう反応を見たくてわざとめっちゃ全速力で声で抜かすけど、大体買えないね。あ、買えないんだ。買えない。イヤホンとかしてるでしょ？してるけど買えない。もう目視しても買えないから。顔こうやって覗き込んだ多分買えないんじゃないか、だからね、俺も買えないようにしようと思ってる。でもやっぱさ、そのドライブとかもさ、さっきあったけどさ、そういうところでも多分さ、もう人からみたいなもんじゃん。あ、そうね、好きな曲流して歌ってっていうのがね。車で大熱唱してるの大体ジュンジュンです。わかんないけどねいろいろ試してみたけど結局一番スカッとしたのは大声でした。その時の感情を限界一発叫び。その時の感情を限界一発叫び。くそーみたいなそういうことですかね。いろいろ試したんだね。でも何を試したんだろうね。でも聞きたいよね。聞きたい。どこまで行ってそこにたどり着いたのか。一周回ってこれだっていうのがあったんでしょうね。じゃあちょっと大声後でやってみるやってみるか。で枕でこうやったらさ、そういけるもんね。でも一発だったらさ、賃貸でもいいんじゃない？だから隣のとかみたいなあ、気のせいかみたいな、外からかと思うんじゃない？そうだね。でも月1来るな、この大声。あ、月1ならまだいいけどさ、ね、毎日だったらさ常習犯よな。おかえりっていうかも、そのうち、全部の力抜いてふわーってことですよ。あ、でもこれいいかも。紙に悩み事を書く。めぐみさんがおすすめしてたよ。でもこれって俺言われたことある、誰かに。はい、俺です。そうなの？はい。いや違うと思う。絶対俺です。俺言いました。なんて言った？俺は自分がやりたいこととか目標とか今でしょ？悩み事じゃないでしょ？悩み事ではないですけど、悩み事を言われたの。だから頭の中を整理すると一気に気持ちが楽になるよって言われてやったことがあるんですよ。でもなんか悩み事がある時ってさ、1個だけじゃない時あるじゃん、あれもあってこれもあってこれもあってって、こう悪いことが重なってなんか頭がごちゃごちゃしてる時に
今自分が不安なことをこうやって箇条書きにするの3、4個、5個、6個って、そうすると割となんかはいはいはいみたいなはいはい、チェックチェック、はいはい、チェックチェックチェック、オッケーオッケーオッケーとはなんないけど、すっごい悩んでる時が100としたら多分60、70ぐらいには下げれんじゃないかっていう。それこそさ、人に話すのもさ、解決しなくてもさ、すっきりするじゃん。それって神に服ではないけどさ、そうだね、うん、客観的に考えることができる、うん、口に出すことによって、うんだから皆さんも口に出したり書いてみましょう。書いてみましょう。はい、さっきの目標がなんとかって、目標とかやりたいこととか、そういうの紙に書いて整理していくと今の課題が見つかるよみたいな。それ誰に言われたんですか？それはね、それもテレビですね。テレビテレビ誰かからの。それってでも大事ですよ、まあ、でもやったことはないんですよ。やったことないんだ。やったことないです。やったことないんだそんな感じか。やっぱりね、一番多いのは爆食い、爆食、歌う、あとは寝る、だね。でも圧倒的に多いのは爆食、歌う、これがトップ2かも、見てる感じ。そうだね。だからさ、歌うもさ、全力で歌うんじゃない、多分ね。だから大声にも入ってるよね。確かにね、声帯を枯らす。そう声帯を枯らすそうだね、あとサウナとかもあるね。なんかさ、ライブに行くとかさ、なんか推しがいるっていいよね。推しに課金とか推し活っていうのはもう多い。多い。本当に多かった。俺も見てた。確かにね。でもやっぱ本当8割方ぐらい食べるが多いんじゃないか、7割ぐらい。それぐらいやっぱり食って大事なんですよね。怖い、この人。何？ショットって書いてある。怖すぎ。テキーラ？そんな感じですよ。そんな感じですね。あります？一番これだみたいな。それとも自分なりのがあります？自分なりのが、でも正直言うと、俺はストレス溜まっても何もしないかもな。発散方法を編み出してない？いや、極限まで溜まったら泣く。それまで溜めちゃう。それストレス発散のためにってよりかはもう限界でってこと？限界でわーって泣いて、た後に頭の中で整理してって、じゃあもう難しく考えすぎだと思って、一回ガーって泣いた後に冷静になるから、そこで考えるかな。それが一番かも。なるほど。そこまでなったことはここ10年で1回ぐらいしかないけど。でもそこまでじゃないんじゃない？多分そこまでそのストレスってさ、本当にもうちょっとあれがみたいな。そういうのはどうやって撮影してるんですか？そういうのはもう風呂ですよね。風呂と筋トレです。はい。ごめんなさい。なかなか話しましたが、我々はお風呂、筋トレが普段のストレス発散方法かな。でも俺も食べる。食べるはないかも。ないの？爆食はないかも。なんか多分節制してないからじゃない？普段から爆食だからじゃなくて言ってるじゃん。答えを今だからそのの答え言ってるじゃん。普段から食べるから、爆食はもう普通なの、食事が。そんな爆食してるとこ見たことないけどね。細かく食いが多い。だから我慢もしない。そういうことか。だからポテチ食いたい、食う。でも爆食ができないから1回の量が少ない。でもだからこそ細かいストレスはそれで発散してるってことなのかもね。かもね。見つけちゃった。やっぱり口に出すって大事。解決方法してくれる友達も大事。そうだね。いや本当にみんなたくさんのストレス発散方法を共有してくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。質問してくれた方も解決方法が見つかったら嬉しいです。そうだね。今後もこういう企画やっていきたいんで、本当にいろいろ回答していただけるとね。読めてないのがいっぱいある。大多数だけど日本国民ぐらい来てるから本当にありがとうございます。もう読めてないのがいっぱいあって、バディスマを見るっていうのがね嬉しいね。嬉しい。もう眠い。寝ましょうか。じゃあこのまま寝ます。おやすみなさい。マイクどうする？このままでいいんじゃない？ね、待って、本当に寝ちゃう。眠いよね。じゃあおやすみ。多分彼はこのまま寝ちゃうと思う。